こんにちは。今回はブランケットの模様を紹介します。この模様は、細編みと鎖編みで編む簡単な模様編みですが、2色のボーダー柄にしてみました。細編みの間に1目ずつ鎖編みを入れて作る模様編みです。伸縮性もあります。裏も表も同じ模様になります。ブランケットにするときは、最後は長編みで周りをぐるっと編みました。今回は並太の太めな糸を使いますが、かぎ針は10号の大きめなかぎ針でふんわりと編んでいきます。最初は鎖編みを編みます。この模様は鎖編み2目で1つの模様になりますから、2の倍数で鎖編みを編んでください。今回は14目を編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。14目の鎖編みができました。目数は2の倍数の偶数で作ってください。1段目の最初は鎖編みを2目編みます。鎖編み2目を編んで、ここから1、2、3、4個目の鎖編みの裏山を拾って、細編みを編みます。次は、鎖編み1目を編んで、作り目も1目開けた2個目の裏山に細編みを編み、鎖編み1目を編んで、2個目の鎖編みに細編みです。この編み方を繰り返します。鎖編み1目、2個目に細編み、鎖編み1目、2個目に細編みです。これを繰り返して、鎖編み1目を間に入れて、最後のところは2個目に細編みを編んで、これが1段目の編み方です。次は2段目です。2段目は、ここから鎖編み2目を編んで編み地を裏返します。次は細編みを編みます。細編みを編むのは、1段目の鎖編み1目のところの、この間に細編みを編みます。鎖編み2目を編んだら、すぐ隣にある鎖編み1目のところに針を入れて、細編みを編みます。鎖編み1目を間に入れて、次は細編みの次にある鎖編み1目のところです。ここに細編み、鎖編み1目を編んで、鎖編み1目のところに細編み、鎖編み1目を編んで、次の鎖編み1目のところに細編みです。これが2段目の編み方です。これを繰り返します。鎖編み1目を編んで、鎖編み1目のところに細編み、鎖編み1目を編んで、鎖編み1目のところに細編みです。鎖編み1目を編んで、最後に細編みを編むのは1段目で、最初に鎖編み2目を編んだところです。この鎖編み2目を編んで、作り目の鎖編みがありますから、鎖編み3目がある。このスペースに針を入れて、細編みを編みます。これが2段目の編み方です。次は3段目です。3段目は2段目と同じ編み方をします。3段目以降は2段目と同じ編み方を繰り返して編みます。今回は白い段数を4段編んでいます。1、2、3、4段編んで、5段目、6段目は黄色の糸に取り替えます。7段目、8段目、9段目、10段目は4段は白で編み、次の2段が黄色で編みます。
次の3段目も2段目と同じで、鎖編み2目を編んで編み地を裏返します。次に編むのは2段目の鎖編み1目のところです。この鎖編み1目、鎖編み1目のところに細編みを編みます。細編みと細編みの間の鎖編み1目のところに細編みを編みます。これが毎段同じ編み方の編み始めです。鎖編み2目を編んで、前段の鎖編み1目のところに細編み、鎖編み1目を編んで、細編み、鎖編み1目、鎖編み1目のところに細編みです。これを繰り返して編んでいきます。3段目も2段目と同じ編み方です。鎖編み1目、次は細編み。鎖編み1目、次は細編みです。次の細編みは段の最後は2段目で鎖編み2目を編んだところです。この鎖編み2目のところに細編みを編んで、これで3段目が終わります。4段目も同じ編み方です。鎖編み2目を編んで編み地を裏返します。前段の鎖編み1目のところです。この鎖編み1目のところに細編み、鎖編み1目、細編み、鎖編み1目、細編み、鎖編み1目、細編み、鎖編み1目です。これを同じように編んでいき、鎖編み1目を編んで、4段目の最後のところで、鎖編み2目のところです。3段目で鎖編み2目を編んだ。ここに針を入れて、細編みを編みますが、次の4段目で糸を変えますので、ここまでにして、次の糸に変えます。次の5段目は糸を変えます。黄色の糸に取り替えて5段目を編みます。この時、細編みの途中まで編んだ糸を針の向こうからかけて、次の黄色の糸を少し長めに取って、後で糸始末がしやすいように少し長めに取っておいてください。ここで5段目の黄色の糸に取り替えて、5段目の最初の鎖編み2目を編みます。これで5段目の黄色の糸に変わりました。次は編み地を裏返して、細編みを編みます。細編みを編むのは、同じように前段の鎖編み1目のこのスペースに細編みを編みます。鎖編み1目を入れて、細編み、鎖編み1目を入れて、細編みです。この編み方を繰り返します。鎖編み1目、細編みのところに細編み、鎖編み1目、細編みです。今5段目を編んでいます。最後は細編みのこちら側です。ここは細編みのところです。その隣にある鎖編み2目のところに細編みを編みます。これで5段目ができました。6段目も同じ編み方です。5段目、6段目は黄色の糸で編みますから、糸はこのまま鎖編み2目を編んで編み地を裏返します。次の鎖編み1目のところに細編み、鎖編み1目、細編みです。6段目は黄色の2段目のところになります。鎖編み1目を編んで、細編み、鎖編み1目を編んで、細編みです。鎖編み1目、細編み、鎖編み1目を編んで、最後は前段の鎖編み
二目を編んだところです。ここが細編みの足ですから、その隣のところが鎖編み二目を編んだところです。ここでまた糸を変えますので、糸を引き出して、次の細編みを仕上げるのではなく、この位置からまた白い糸に取り替えます。糸はこのまま針に手前にかけたまま、次は白の糸で編みます。白の糸を後ろから入れて、黄色の糸は針にかけて手前に置いたまま白の糸に取り替えます。このような状態です。黄色はまた4段白い糸で編んだら、次にまた黄色の部分を2段編みますので、糸はこのままにしてください。6段目まで編めました。次は7段目です。7段目は白い糸で7段目から10段目まで4段まとめて白い糸で編みます。立ち上がりの鎖編みを2目編んで編み地を裏返します。この黄色の糸はこのままにしておいてください。次は細編みです。前段の鎖編み1目、鎖編み1目のところに細編みを編み、間に鎖編み1目を入れて、細編み、鎖編み1目、細編みと、この編み方を繰り返して7段目、8段目、9段目、10段目まで編みます。10段目の最後のところです。11段目、12段目は黄色の糸で編みますので、ここで黄色の糸に取り替えます。細編みを鎖編み2目のところに編む。ここまでの状態で糸を手前にかけて、次に黄色の糸に取り替えます。白い糸は針に手前にかけたままで黄色の糸を引き抜きます。この時、黄色の糸はあまりきつくしないで、編み目を緩めた時に大丈夫なように少し長めな状態で糸をかけます。糸をきつくしないでください。このまま引き抜いて、次の鎖編み2目を編みます。この糸は後で縁を長編みで編みますから、このまま置いといて構いません。そしてここからまた黄色を2段編んでいきます。このまま黄色の段を2段編みます。黄色の段を2段編んで最後のところです。ここでまた白の糸に変えます。黄色い糸を手前にして、白い糸を引き抜きます。ここは2段分ですから少し緩めにしとくぐらいで大丈夫です。次は白の糸を4段分編みます。鎖編み2目を編んで、編み地を裏返し、鎖編み1目のところに細編み、鎖編み1目、細編みと白の段を4段編みます。白い糸の部分を4段編んで最後のところです。最後は鎖編み2目のところに細編みをして、ここで鎖編み1目を編んで引き抜きます。糸始末をする分だけ少し長めに糸を引いて糸を切ります。白はもう使えませんから、糸を切ってしまって大丈夫です。そして、この黄色の糸ですが、この黄色の糸は後でとじ針で糸始末をしますので、この糸を少し長めに取って糸を切ります。次は黄色の糸で縁取りをしていきます。最後は長編みで縁取りをしますが、
今までは10号のかぎ針で編んできましたが、縁取りの長編みは9号のかぎ針で編みます。9号がない方は8号で少しゆったり編むか、10号のかぎ針できつめに編むかしてください。次は黄色の糸で編みます。最後に編み終えたところから黄色の糸を入れます。鎖編みを一目編んでから細編みを編んだ最後のところです。ここは細編みを編んで最後に鎖編み一目で引き抜いたところです。この細編みの頭のところに鎖の目を入れて、ここから鎖編み3目を編みます。長編みの立ち上がりの鎖編み3目です。次は鎖編み1目のところです。鎖編み1目のところに長編み、細編みのところに頭2本を拾って長編み、次は鎖編み1目のところに長編み、細編みの頭2本を拾って長編みです。これをここまで繰り返します。ここが最後のところになります。鎖編み2目のところに長編みを4目編みます。1、同じところに2、3、4、鎖編み2目の角のところに長編みを4目編みました。角の長編み4目を編んで、次は編み目の脇のところから目を拾います。脇で目を拾うのは、脇の目の足の部分の2本を拾ってください。この2本を拾います。次は鎖編みですが、鎖編みもこちら側にある2本の糸を拾い、次も2本の糸。そして次の目もこちら側にある2本の糸を拾いながら編んでいきます。次もこの2本。そしてこちらも端の2本を拾いながら長編みを編みます。2本の糸を拾って長編み。次も端側の2本を拾って長編み。次も2本ずつ拾って長編みを編んでください。一段ごとに2本の糸を拾って長編みを編んでいきます。このように脇の2本を拾いながらここまで長編みを編みます。脇の目を拾いながら長編みを編んできました。そしてもうすぐ最後のところです。もう一回脇の2本を拾って長編みを編みます。次は作り目のところに行きました。作り目のところは角になりますから、ここに長編みを4回編みます。この角の作り目のところには長編みを4目編み入れます。1、2、3、4。長編み4目を編みました。次は1目ずつ長編みを編みます。ここは2本の糸を拾うのが難しいので、鎖編み1目のスペースに針を入れて長編みを編みます。次はこの1目に長編み、鎖編み1目のところに長編みです。作り目のところはこのように長編みを編んでいきます。細編みのところは拾いやすいので長編みを編み、鎖編み1目のところは鎖編み1目のところを拾って長編みを編んで、
ここまで編みます。長編みを最後まで編んできました。ここが最後のところです。最後のところは鎖編み2目のところです。この鎖編み2目のところには長編みを4回編みます。1、2、3、4。長編み4目を編みました。次は脇のところです。脇のところはここと同じように脇の目の2本の糸を拾います。この2本の糸を拾いながら長編みを編みます。2本を拾って長編み、次の2本を拾って長編みです。そして糸を取り替えたところですが、糸を編み込みながらいくと編みづらいので、後でとじ針で糸始末をしますから、糸は編み込まなくても大丈夫です。そして2本の糸を拾って長編みを編んでいきます。ここは糸を変えたところですので、この2本を拾って編んでください。そして、この糸を変えたところは、この糸は編み込みながらいきます。取り替えた糸と向こう側の糸を拾って長編みを編み、次もこちら側の糸と黄色の糸を編みくるみながら長編み、次も2本の糸を拾って黄色の糸も拾いながら長編みです。この黄色い糸は、こちらはとじ針で糸始末をしますが、この間に入っている糸は編みくるみながら長編みを編んでください。黄色の糸を編みくるみながら長編みです。次はここです。少しわかりにくいですが、黄色の糸も編みくるみながら長編みを編んでいきます。このように脇も長編みを編んでいきます。次は黄色の部分です。この段とこの段ですから、少しは黄色が入ると分かりにくいですが、2本か3本拾えたら大丈夫ですから、両方拾ってください。ここは白の糸が渡っていますので、3本拾って長編みを編み、次も白の糸が入りますから、分かりにくいですが、長編みを編んでください。そしてこの糸は編みくるめるのでしたら一緒に編みくるんでもいいですが、分かりづらくなりますので、後で糸始末をします。次はここです。2本の糸を拾いながら長編みを編みます。ここも2本の糸を拾って長編み。そして最初に鎖編みを編んだところです。この最初に鎖編みを編んだ目に、あと3回長編みを編みます。角は長編み4目を編み入れていますから、この鎖編みを編んだところは、この鎖編み3目が長編み1目となりますから、同じ目に長編みを3目編みます。同じところに長編みを3回編んでください。最後は鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをします。これで縁取りは完成です。
同じ10号のかぎ針で編みますと、少し目が緩くなりますので、10号で編むときはきつめに編んでください。あとは糸始末をします。鎖編みと細編みで作る簡単なブランケットの模様を紹介いたしました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。